ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、2026年の第98回アカデミー賞の話題についてよ。現在、ハリウッド最大の夜であるはずのアカデミー賞が映画そのものに焦点を当てるのではなく、政治的な話題へと堕落してしまったんじゃないかって、世界中で大きな議論を呼んでいるの。今日は2026年のアカデミー賞で何が起きたのか、そしてなぜ映画祭が政治的な場になってしまったのかについて徹底的に解説していくよ。アカデミー賞って映画の最高峰ば決めるキラキラしたお祭りや中と？それが政治の話ばっかりってなんやそれ。映画ファンからしたらせっかくの夢の舞台に泥ば塗られた気分やろね。そうなの。多くの受賞者がスピーチで素晴らしい映画制作について語った一方で、プレゼンターや映画制作者の中には、この第98回アカデミー賞授賞式という巨大な舞台を利用して、国際紛争、国内政治、そしてトランプ大統領について意見を述べる人がたくさんいたのよ。授賞式における政治的な論評という長年の傾向が今年も色濃く続いていることが改めて証明されたんだよ。はぁ？映画の賞ばもらう場所で、なんで自分らの政治思想ば演説せないかんと？ TPO って言葉ば知らんのかね。ハリウッドのセレブ様たちは。ハリウッドにあるドルビーシアターで、今回はコナン・オブライエンが司会を務めたんだけどね。この華やかな夜は、政治的な問題が映画の賞そのものを覆い隠してしまう場面がいくつも見られたの。例えば、俳優のハビエル・バルデムは、最優秀国際長編映画賞の受賞者を発表する前に、率直な政治的発言でプレゼンテーションを開始したんだよ。あの有名な俳優さんが、いきなり何ば言い出したと？彼はね、戦争反対、パレスチナ解放を、と述べたのよ。しかも、バルデムは、2003年のイラク戦争に抗議するバッジも身につけていたと報じられているの。つまり、彼の政治的なメッセージは突発的なものではなくて、明確に意図的なものだったってことを示唆しているんだよ。わざわざバッジまで用意して仕込んできとるやん。映画のプレゼンターとして呼ばれとるのに、自分の政治活動の宣伝に利用しとるだけやんね。呆れて物も言えんばい。そしてね、その最優秀国際長編映画賞を受賞したのが、センチメンタル・バリューという映画だったんだけど、監督のヨアヒム・トリアーも受賞スピーチで政治的なトーンを貫いたの。もらった方もかい。もう、どげんかしてんね。どんなスピーチばしたと？ヨアヒム・トリアー監督はね、最後に素晴らしいアメリカの作家ジェームズ・ボールドウィンの言葉を引用して締めくくりたいと思います。彼は、すべての大人には、すべての子供に対する責任があることを私たちに思い出させてくれます、と述べたの。そして、このことを真剣に考えない政治家には投票しないようにしましょう、って呼びかけたんだよ。子供ば引き合いに出して、特定の人に投票するなって、遠回しに言っとるわけやね。やり方が姑息やな。監督は、舞台裏で、記者団の取材に応じた時も、その発言について詳しく説明していて、複数の世界的な紛争に言及したのよ。世界は、今、進行中の複数の戦争において、子供たちに対して行われている不正行為について、かつてないほど、多くの情報を得ている時期にあると思う、って述べたの。まあ、戦争で子供が犠牲になっとるのは胸が痛いし、事実やろうけど。でも、そればアカデミー賞の舞台で言う必要がどこにあると？ヨアヒム・トリアー監督は、さらに、私は政治家ではありませんが、紛争状況下で子供たちを守る方法について、政治家は、党派を超えて、より協力的な姿勢で取り組む必要があると信じています、と付け加えたのよ。政治家やないなら、なおさら、映画の言葉語ればよかやん。作品に関わってくれたスタッフへの感謝とか、もっと言うべきことあるやろ。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。みんなの応援が、うちとすみれの励みになるけんね。ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、本題に戻るよ。ドキュメンタリー部門では、夜分を通して、さらに政治的なテーマが取り上げられ続けたの。ドキュメンタリーって、そもそも社会問題ば扱うことが多いけん、嫌な予感しかせんばい。学校での銃乱射事件で亡くなった子供たちの空っぽの寝室を記録したすべての空っぽの部屋という短編ドキュメンタリーがあるの。そこには犠牲者の一人の家族からの感動的なコメントが収録されているのよ。それは想像するだけで辛いテーマやね。ジャッキーちゃんの母親であるグロリア・カザレスさんは、娘のジャッキーはユバルデで殺害された時9歳でした。銃による暴力は、今や子供や10代の若者の死因の第1位となっています、と語っているの。胸が締め付けられる場合。これは確かに深刻な問題やし、伝えなきゃいけん現実やと思う。
でも、授賞式の雰囲気が一気に重くなりそうやね。一方で、最優秀ドキュメンタリー長編賞を受賞したミスター・ノーバディ・アゲインスト・プーチンは、ウクライナ戦争と権威主義的な政治を真っ向から取り上げていたの。監督のデビッド・ボレンスタインは、この映画を民主主義制度の衰退に対する警告だ、と説明して、いかにして国を失うかを描いた作品だ、と語ったんだよ。ゴリゴリの政治ドキュメンタリーやん。映画の主人公であるパベル・タランキンも演説の中で世界的な紛争の終結を訴えて我々の未来のために、すべての子供たちのために、今すぐこれらの戦争をすべて止めろ、と述べたの。言っとることは立派やけど、映画祭が完全に国際会議みたいになっとるやん。しかもね、舞台裏では、ボーレンシュタイン監督がアメリカの政治動向をロシアの政治動向と比較して物議を醸したのよ。彼は、ドナルド・トランプは、ウラジーミル・プーチンが、初期の頃よりも、ずっと速いペースで動いていた、と述べたの。出た。ハリウッドのトランプ叩き。これ言っとけば会場が湧くって思っとる説があるよね。ほんと、わかりやすい連中ばい。トランプ大統領への言及は、これだけじゃなかったの。長年にわたり、トランプ大統領と公然と対立してきた、深夜番組の司会者、ジミー・キンメルも、ドキュメンタリーショーのプレゼンターを務めたんだけど、そこで、政治的なジョークを披露したんだよ。どうせまた、しょうもない皮肉ば言うたんやろ？彼は、メディアの検閲を嘲笑して、指導者が、言論の自由を支持しない国もある。北朝鮮と CBS だけを例に挙げておこう、って言ったの。北朝鮮とアメリカのテレビ局ば、同列に並べるって、不謹慎すぎるやろ。滑っとるばい。さらに、ジミー・キンメルは、ドキュメンタリー部門について冗談を言いながら、最近、彼が夢中になっているっていう、メラニア・トランプ大統領夫人主演の映画、メラニアの成功にも触れて、ああ、彼は、妻がノミネートされなかったことに腹を立てるだろうな、ってジョークを飛ばしたのよ。妻ばいじって笑いば取るって、品がなかねえ。そういう内輪乗りの政治批判が、どれだけ視聴者ば冷めさせとるか気づかんのやろうか。今回のアカデミー賞の司会者であるコナン・オブライエン自身もオープニングモノローグの中で政治的な要素が絡んでくる可能性を率直に認めていたの。今夜は政治的な話になるかもしれないのであらかじめ警告しておきます。すぐ近くのデイブ&バスターズでキッド・ロックが司会を務める大体アカデミー賞授賞式が開かれるんですってジョークを言ったんだよ。自分たちでも政治的になりすぎるって自覚はあるんやね。だったら少しは自重しろって話ばい。ちなみに、コナン・オブライエンは、最近、ちょっと物騒なニュースで話題になっていたの。彼のクリスマスパーティーの参加者が、ロブ・ライナーの息子、ニック・ライナーが、両親を殺害したとされる直前に、911番、警察に電話をかけることを拒否したってことで、全国ニュースで大きく取り上げられたのよ。なんそれ。闇が深すぎるばい。自分らの周りで、そんなヤバい事件が起きとるのに、ステージの上じゃ世界平和ば語っとるわけ？偽善もいいとこやね。コナン・オブライエン氏は、後に国際協力や困難な時代における映画の役割について、より真剣な口調で語ったんだけど、結局のところ、式典は、おなじみのパターンを改めて示すものとなってしまったのよ。おなじみのパターンって、映画関係者が自分らの政治思想ば、ひけらかして自己満足するっていう、地獄のパターンやね。アカデミー賞授賞式での政治的なスピーチは、実は何も新しいことではないの。過去10年間、この式典は、著名人が選挙、外交政策、社会問題について意見を述べる場として、ますます利用されるようになっているんだよ。10年も前から、そんな状態なら、そりゃ、視聴者も離れていくばい。純粋に映画が好きで楽しみに見とるのに、説教されたらたまったもんやないけん。この傾向を批判する人々にとっての最大の懸念は、業界で最も権威のある賞が映画制作そのものを称えることから、ますます遠ざかっていることなのよ。その代わりに、毎年、オスカーの舞台を政治的な演説台に変えてしまうような、スピーチやジョークが繰り返されるばかりで、多くの映画ファンは、もううんざりだ、と口を揃えているの。当然やね。映画の裏方さんたちの苦労とか、俳優の役作りの凄さとか、そういう映画の魔法ば見たいとに。政治の話ならニュース番組で見れば十分たい。ネットの反応を見ても、頼むから、映画の話をしてくれ。またトランプ批判か。もう飽きたよ。自分たちは安全な場所にいながら、高いドレス着て平和を語るのは滑稽だ、といった厳しい意見がたくさん飛び交っているんだよ。まさにその通りやね。ネットの意見が土星論売。観客はエンターテインメントば求めて時間を割いとるのに、彼らはその期待ば裏切り続けとる。観客がそうしたメッセージを受け入れるか、あるいは冷笑するかは別として、
2026年のアカデミー賞授賞式は、ハリウッドが依然として政治を最大の祭典に持ち込むことを躊躇していないことを改めて明確に示したのよ。焦げなことが続けば、いつか本当に誰も見向きもせんようになる場合、映画人としての誇りはもう一度思い出してほしいもんやね。ということで、今日は2026年アカデミー賞が政治的な話題へと堕落したという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。